どうも、ホゲです。今回はハンバーグを作っていこうと思います。年始に謎にテンションが上がって買ってしまったサーロインの塊。年末年始って普段置いてないものが置いてあるから非日常感出てていいですよね。それに何がいいって全然サシが入ってないのがマジで良き。サシがわっさー入ってるのって食べ続けられないですよね。今回は 200g ちょいぐらいを使ってハンバーグを作りたいと思います。油のとこを切り分けてるんですけど、これよく考えたら意味なかったです。ミキサーに入りやすい大きさに切っていきます。それじゃあ次は炒め玉ねぎ作っていきます。近年生玉ねぎも美味しいってことで、生玉派閥も結構勢力を拡大してるみたいですが、今回は他の料理にも使える炒め玉ねぎをたくさん作っていこうと思います。煮込み料理やカレーに入れるだけで一気にコクが出る便利アイテム。だいたい2時間ぐらい弱火で炒めるんですけど、その価値は十分にあります。作るのはアイリスオーヤマのシェフドラムなんですけどね、2時間炒めるとか苦行中の苦行やろ。地獄の鬼でも要させへんよ今時で。これ2時間半後ですね。良きかな良きかな。十分に冷めたのがこれ。そしたら次ミンサーを使ってひき肉にしていきます。フードプロセッサーでやるのはあんま個人的に好きじゃないんですよね。あれでやるとめちゃくちゃ練られた状態になりません？肉肉しいハンバーグが好きな私としては絶対にノー。出来たてのひき肉に炒めた玉ねぎと塩、黒胡椒、内容物は以上となります。せっかくいい肉なのでつなぎなしで肉感を残した仕上がりにしていきます。でこれ私のポリシーなんですけど、ナツメグは絶対に入れません。自分の大事な人が病床でナツメグ入りのハンバーグが食べたいって言った時だけ渋々入れます。外で食べる時に入ってる分には別にいいんですけどね。で練り方もそんなにこねないです。つなぎがないのでまとまりが悪いですが、根気よくこねていきましょう。粘りが出てまとまる程度になれば OK。 で形を整えて空気抜き。気づいてなかったんですが、この時にすでに割れてたみたいです。最後にちょっと真ん中をくぼませて冷蔵庫で休ませます。付け合わせはフライドポテトでいこうと思います。適当な大きさに切ったら水にさらしておきましょう。塩だけちょっとこだわりたくて、ローズマリーと岩塩を粉砕してハーブ塩を作ってます。ローズマリーって公園の砂場の砂みたいな味する時ありませんか？はい、じゃあオーブン180度に予熱しといて焼きの準備に入ります。油を慣らしたフライパンにハンバーグを入れます。中火ぐらいで動かさずにゆっくりと表面を焼いていきます。今見たら分かりますね。ハンバーグ真ん中下らへんケツアゴみたいに割れてます。だが時はすでに遅し、焼いてしまうともう修正は効きません。だいたい片面3分ずつぐらいですかね。中まで別に火を通す必要はありません。表面が焼けたのでスキレットに移していきます。そしたらハンバーグソースですね。過去の動画で作ったデミグラスソース、赤ワイン、
蜂蜜、きび砂糖、これを中火と強火の間ぐらいで煮詰めていきます。で、ジン、お酒のジンですね。これ入れると独特な香りが加わってソースの味わいが複雑で繊細になって美味しくなります。このぐらいの濃度になったら OK ですね。オーブンにハンバーグを入れていきます。その間に付け合わせを作っていきましょう。油をケチってだいぶ少なめにしました。ちょっと中に芯が残っているフライドポテトも好き。ローズマリー塩をまぶしたら完成。こっちもいい具合ですね。20分ぐらいですかね。盛り付けていきましょう。激アツなのと煙がやばいです。彩り人間とフライドポテトで完成です。いただきます。切ってるそばから肉汁がちょっと出てますね。割れてたのが痛いです。うまっ。すげえ肉感。いや、ほぼステーキですね。肉肉しいハンバーグとデミグラスソースがめちゃくちゃ合います。乾杯。味も濃いのでお酒にも最高に合いますね。お肉ももちろん美味しいんですけど、肉汁を吸ったじゃがいも、いんげん、これもまたまあうまい。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。ではまた。